ちは国分寺南口店の田村と申します。国分寺で創業43年でオールジャンルを扱っているお店です。一緒にやってる北口の者と一緒にいろいろ酒を飲みながら考えて面白いレコードを置いていこうと。そんなにレアなものじゃなくても普通の一般店で扱っている冷戦のそういうものじゃないやつを置いていこうと、そういうようなコンセプトで作ったんです。北口に1982年に開いて1年後にその南口開いて、その2年後かに立川に1号店、その後に立川2号店、武蔵小金井に小金井店を作って、その後高円寺にも作ったんですけれども、今は高円寺と小金井店は閉めちゃってますけど。新潟の柏崎なんですよ。レコーディアはね2軒ぐらいしかなくて、ほとんどがラジオで情報を得て深夜放送を聞いてましたね。中学で終わると国道沿いに定食屋さんがあるじゃないですか。トラックドライバー用。そこにねジュークボックスが置いてあったんですよ。ジュークボックスを聞きに友達引き連れて10円玉握りしめてで行ってました。中学ぐらいに姉がシングル版を友達からごっそりもらってきて、その中にストーンズとかザ・フーとか当時のグラムフォン版のシングルがごそごそあって、それをもうずっと聴きあさってます。中3かな、その時にオーティス・リディングをラジオかなんかで聴いてすごい好きになっちゃって、最初に買った LP もオーティスで、そこからやっぱり黒人音楽すごい好きになって、アトランティックをまず聴いて、その後モータウン聴いたんだけど、モータウンちょっとおしゃれだなって感じで、でもその後にサム・クック聴いたらすごい好きになっちゃって、出てきてこっちの学校行ってライブをとにかくすごいいっぱい見て、何日公演よりは日本のアーティストの方が安かったからラウンとかそういうとこ行って、その頃に日本のフォークも好きになったから、これの元って結構アメリカのシンガーソングライターだなってなって、今度シンガーソングライターにどっぷりハマってみたいな感じ。日本の人だと浅川真紀さんとか拓郎とジョイントとかやってたりしたんで、あとはもう来日アーティストはもう最初のてっぺんとか行きましたね。新宿の戸川レコードさんと自分が修行した地高堂とか、戸川さんが一番多かったかな。コンピューターの学校に専門学校に行ったんですけど、就職も決まったんだけど、やっぱり俺はこれじゃなくてレコード屋をやりたいっつう気持ちの方が強くて、就職は断ってレコード屋の修行をしようと思って、飯田橋に純法楽専門のお店があったんですよ。飯田橋だから芸者さんとか踊りのお師匠さんとかそういう人たちばっかりで、それはそれで面白かったんだけど、新品って大体こうやって仕入れてこうやって売ればいいんだなっていうの分かったんで、1年で辞めて前から行ってた地高堂に行って10年ぐらいやりました。もうその頃中見春樹さんとかはよく来てて、番頭さんが春樹くん春樹くんとかっつって言ってました。日本の音楽シーンに変わっていってるなみたいな実感とかってあったんですか？シャネルズとか大滝さんとか、それが来た後に山下達郎さんがいて、今までのそういうものとは違うな、それはありましたね。シュアベースリアルタイム。そうです。その時にね、俺がバイトやってた時に先輩がアドサムミュージック持ってたんですよ。すっげえなと思って、オリジナルだったからね。ソウルもすごい詳しい先輩がいて、いろいろ教えてもらいました。今北口やってるものと一緒にやろうと。ディスクユニオンで働いてて、同じザ・バンドが好きだっていうことで共通の友達になって、ラバーダバーっつってブートの名盤があって、それを買ってて、お前も持ってんのみたいな。で聞いたら、もう実は俺はボブ・ディランの方が好きなんだ。で一緒にやろうって。それまでやっぱり2人して一生懸命ノウハウを覚えながらお金貯めて、もともともう無借金でやろうということで、いまだに借金はなしでやってる。素晴らしくはないんですけど、自分たちの身を削ってやった全部自分たちの持ち出しで、そのうちにもうなくなってきたんで、あるつてでアメリカに住んでる日本人が詳しい子がいるよっていうことで、その人から仕入れるようになったんです。しばらく仕入れてたんだけど、どうしてもね板質が違うんですよ。うちがリクエストする板質と向こうが送ってくる板質がどうしても違って、ちょっとその値段でねこのクオリティじゃダメだっていうことで1年ぐらいでそれはやめて、
その後やっぱり店の会場って少ないから、大学行くと生協にセールに来るレコード屋さんがあったんですよ。その中古レコード屋さんのとこ行って仕入れをさせてくれないかとか、仕入れは本当苦労しました。新品が1割ちょっとですね。で中古で補えないものを新品で。ただ新品も新譜はほとんど扱ってなかった。給付の自分たちが面白そうなやつだけは一般店で売ってるのはあと5年10年すれば絶対うちに入ってくるから、そういう一般店で扱ってないものを扱おうって。最初は60年代70年代のロックとソウルとリズム&ブルース、ジャズと日本のフォークロックみたいな、それを中心にやってた。国分寺自体がすごく面白いお店が、ちょっとサブカル的なお店がいっぱいあったので、これは絶対国分寺いいなっつって、北口にホラガイさんがあって、南口に古着屋さんとかがあったんで、国分寺マンションの下にガラクタ屋さんっていうのが面白いお店ありましたね。東慶大が先にあるんで、東慶大の学生は結構来てたのと、むさびが高野台にあったんで、むさびの子たちがガンと来てくれましたね。一橋大でも面白いサークルがあって、ソウル研究みたいな、そういう子たちがむさびでイベントやるときに出店してくれないかっつって出店したことあります。その時はね、ちょうどオーティス・クレイが一橋大でライブやったやつで、それ面白かったです。すごいですね。クレイを呼ぼうっていう人がいたってことですね。そう、その人はやっぱり今でもこのステレオサウンドとかそういう雑誌で頑張ってますね。面白い変わりましたね。サブカル的なお店がいっぱいあって結構魅力的だったんですけど、そういうお店がどんどん少なくなってきましたね。で街自体もツインタワーができちゃってガラッと変わっちゃった。学生自体がまず来なくなった。ただ最近はちょっとそのレコードブームがあるのかもしれないけれども、ポツポツとは若い子も来て、しかも なぜか男の子より女の人の方が買うんですよね。昔と逆で、昔はほら女の子が後ろで見てて、それが今ね逆、女の子の方が一生懸命見てます。もともとやっぱり美大生の頃によくメゾレちゃんに来てくれてて、で今そこマンションになってるんですけど、4階建てぐらいのアパートになってて、裏手のドラムの子が最初いたんですよ。初代のドラムの子が。そこに集まっちゃみんなして練習スタジオに行く。必ずそこに集まる前にうちの店に寄ったりして、デビューして売れ始めて、すごいぞつぶ。それになってきてからです。名前があるんですよ。金太くんね。全然昔と変わっちゃって、この値段でしか売れないのみたいな。お客さんが例えばフォークとかね、オリジナルで持ってて、それが欲しい時期っていうのはあったんだけど、今はそれがもう全然売れなくなって、もう日本のフォークにしてもそう。値段がもう全然ガタ落ちになっちゃって、ちょっと世代変わっちゃってんだなって。やっぱり一番は和ジャズですね。チコロにいた頃にスリーブランドマイスの営業の人がもう売れなくてごっそり売りに来ましたからね。それで大体社長が300円ぐらいで買ってましたから、ごっそりです。それがやっぱり高値になったっていうのと、あとはやっぱり帯付きですか。帯付きが海外のバイヤーの人が買いに来るっていうせいもあるでしょうけど、すごいですね。で自分たちの時は帯はやっぱりほとんど捨ててました。店内の簡単に紹介してもらおうと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。やっぱり一番最初に店開いた時にシンガーソングライターを強く推してたんで、シンガーソングライターとか。シンガーソングライター未だに売れますか？売れますね。僕ら世代もそうなんですけど、もうちょっと若い子も聴き始めてますね。特に人気があるアーティストっていますか？ちょっと前日本でもクラブ系のやつで出たこちらですね。はいはいはい、あとはまあ未だにマリア・マルダとかライクーダーは人気ありますね。このイギリスの女性スワンプのキャロル・グラーモンがいたアンクルドッグですね。これも結構知る人ぞ知るだと思うんですけれども、ありました。この、ピーター・ケースという人なんですけど、シンガーソングライターなんですけれども、結構ブルージーな感じもやってて、ワラカンさんも大好きみたいで、しょっちゅうワラカンさんの番組では取り上げられてるんです。値段もリーズナブルで、皆さん気がついてないんですけど、本当はまあこういうところにも飾りたいんですけど、誰も知らないだろうなと思う。
ソフトロック、AOR、オルタナ系ですね。ロカビリー、ガレージ、サイ系、日本のロック、パンク、ハードコアとか、ブリティッシュビート、プログレー、そういった感じですね、こちらは。こちらが邦楽で。中央線沿線だとやっぱりこの RC ですか、人気があるのは。RC すごく人気ありますね。清志郎さんのバックの三宅さんが昔からやっぱり来てくれてて、未だに三宅さんは来てくれますね。スピッツの草野さんが結構そうですね、学生時代にね。ここがじゃあスピッツの聖地巡礼地になってるってこまあそういう感じですよね。と。そういうファンの方は何を探される？やっぱりスピッツなんですけど、なかなかほらスピッツって入ってこないじゃないですか。だからしょうがなくなんか他のものをせっかくだからって買ってくれるんですけど、スピッツも入ってこないんですよね。うちも入ってこの間あれが入った時はやったと思いましたね。新入荷コーナーですね。例えばシティポップがやっぱり根強い。今はもう本当そうなんですよね。まだもうちょっと続くと思うんですけどね。ただアナログで再発されてるやつって、なんでこんなのが出るのみたいな、それはありますよね。これちょっと違うだろうってちゃんとチェックしてないんじゃないのみたいな。絶対それ売れねえよ。いくらねアナログブームだっつったってそれはないだろうっつう。こちらはジャズなんですけれども、ボーカルとピアノ、その他フュージョン、ここは古いんだけど今受けてるようなそういうコーナーですね。ネタものとかそういうのが置いてありますね。あとブルースのコーナーも大好きなんですけど、コルトレーンとダーリー・パーカー、ソニー・ロリンズ、もう定番ですね。ECM 人気あるんですけれども、昔ほどじゃなくなる。こちらはまあソウル、リズム&ブルース系で ABCD 順に並んでるんですけれども、入ってくる量が少なくてどんどん減る一方なんですよね。リスナーの層が減ってるってことですか？多分そうだと思うんですね。で持ってる人が手放さないって。こちらはハウスとかヒップホップ関係で、その隣になぜかクラシックがあるんですけれども、ただクラシックも根強いんで固定客はいるんですけれども、あとはまあこの壁際はこのシングル版なんですけれども、昔はもう入り口の真正面に今の J-POP のとこ置いたんですけども、それはちょっともったいないだろうとということでちょっと壁に寄せちゃったんですけれども、やっぱり壁だから見づらいんですよね。皆さんにこう前に出してもらって見てもらうようなそういう感じにしてるんですけども、このパイレートっていうのはむさびの学生さんだったお客さんが卒業するんでこれを飾ってくれっつって、ブルースが好きなお客さんで自分もバンドやってたんですけども、あとはユラ亭のポスターですね。あ、これはね、自分の昔の友達がデザイナーやってて、その子が店開くっつったら、じゃあこれをプレゼントにっつうことで。82年。そうでこのポスターは日本のストーンズの公式のフォトグラファーの有賀さんがプレゼントしてくれて、有賀さんやっぱり学園とかに住んでるんで、今もしょっちゅう来てくれるんですけど、有賀さんの写真ですね。壁のシングル版は、昔うちがネットがない時代にオークションやったんですよ。その中でやっぱり手に入らないだろうなっていうやつをカラーコピーしといて、それを貼ってるんですけど、そして貼ってたら毎度のオールディーで大好きなお客さんが「俺のもいっぱいあるからカラーコピー貼って」っつってわざわざ持ってきてくれてるんです。これもお客さんが亡くなってから店で飾ってっつって持ってきてくれたんですよ。三四郎さんこのお店でなんか CM の撮影を。そうなんですよ、台湾の携帯電話の CM で使われたんですけど、竹中直人さんの後ろの台本は東京夜曲って映画、それのロケもここで使われたんで、それの台本ですね。
探してるものを見つけたって言ってくれる人かな。何年も探してたんだよとかね。今はね、ネットで探せるのかもしれないけど、でもやっぱりネットじゃなくて見に来た方が俺は好きなんだよみたいな、そういう人何人かいますから嬉しいですね。